今日はフライパンで焼くフィッシュティッカの作り方をシェアします。インドで食べたフィッシュティッカがとても美味しかったので、自宅で再現してみたら想像以上に美味しくて。特にこの焼き方でチキンティッカも焼くようになったら、夫大満足。作る方も簡単なので、早く気づけばよかったというちょっとした違いですが、よかったら最後までご覧ください。まず最初にマリネ液を作ります。特に特別なスパイスを使っているわけではありませんが、ポイントがあるとすればレモン果汁を加えるところです。お魚5切れに対して、プレーンヨーグルト大さじ2。水っぽいマリネ液にしない方が、お魚に塗りやすく、焼きやすいので、なるべくヨーグルトのホエーの部分は加えないようにしています。すりおろしたニンニクと生姜は、それぞれ小さじ 1.5 ずつ加えます。塩加減は人によって好みが変わると思いますが、今回は小さじ4分の3加えています。しっかりめの味にしたい場合は小さじ1がおすすめです。加えるスパイスは基本のものばかりです。ターメリックパウダー小さじ3分の1。コリアンダーパウダー小さじ1。クミンパウダー小さじ2。最近作っているチキンティッカにもクミンを多めにすると美味しいなと気づき、フィッシュティッカにも多めに加えています。レッドチリパウダーは小さじ1と半分。しっかり辛いティッカが食べたいので多めです。辛いのが苦手な方は減らしてくださいね。続いて、パプリカパウダーを小さじ2。こちらは仕上がりの色が美味しく見えるように加えています。味には大きな影響はないので省略しても良いです。最後にガラムマサラを小さじ1加えます。そして、レモン果汁を大さじ1強加えたら、全体をよく混ぜます。どんな料理でも、調味料を合わせて混ぜる場面ってありますよね。皆さん、その混ぜるって、どのくらい混ぜていますか？ささっと済ませることもあると思うのですが、実は混ぜるって味や食感、見た目を整える料理の基本動作で、美味しく作る大事なポイントの一つなんです。私も良いかなと思った後、さらに20回くらいかき混ぜるようにしています。次はお魚の下準備です。今回使用するのはメカジキ。メカジキは白身で脂が少なめ、しっかりとした肉質なので、火を通しても身が崩れにくく、焼き物やグリルにも向いています。癖が少なく淡白で、スパイスでマリネして焼くティッカにぴったりではないでしょうか。魚の臭みを抑えて、マリネ液がしっかり密着するように、表面の水分をキッチンペーパーでしっかり拭き取ります。そして、トレーの底にマリネ液をたっぷり塗り広げます。その上に魚を並べて、さらに上からマリネ液をたっぷりとかけ、スプーンの背で馴染ませるようにすり込んでいきます。ヨーグルトのホエーを抜いて作っているので、マリネ液がちょっと固めになって、魚にしっかり密着してくれるんです。味がしっかり染み込むように均一に塗り込みましょう。あとは、このまま焼いても良いですが、2、30分漬け込んでおいた方が味が染みて美味しくなるので、ラップをして冷蔵庫で寝かせます。さあ、いよいよ焼いていきましょう。動画の冒頭でお伝えした、早く気づけばよかった焼き方というのは、この魚焼き用ホイルを使うことなんです。これを使うと焼き目がとても綺麗につくんです。自分の使っている鉄のフライパンだと、マリネ液がくっついて魚が崩れそうだなと思って試してみたのですが、くっつかないどころか、焼き目加減が最高に良かったんです。トレーに残ったマリネ液もスプーンですくって、液が剥がれてしまった部分に乗せます。最初は中火で片面を約3分焼きます。表面に焼き色がつくよう、あまり火は弱くしすぎず、動かしません。3分くらい経つと、マリネ液が焦げ出してくると思います。そうしたら、裏返します。炭火で焼いた感じが出ていますよね。裏返したら、魚の中まで火を通すために弱火にし、2、3分焼き続けます。弱火で焼くと、このように魚などから水分が出てくるので、最後に火力を上げて、この水分を飛ばします。そして、裏返しながら全体の焼き色を整えたら、フィッシュティッカの完成です。